キャッシュが脅威マップに戻ってきて、最近プロの試合でもかなり使われるようになってきました。ただ実際に試合を見ていると、結局このマップは今何が強いのかというのが結構分かりにくいと思います。自分も複数のプロチームの試合を見てきましたが、チームが違ってもかなり共通している動きがありました。そこで今回は複数のプロチームからチームが違っても共通している動きというものを探していこうと思います。キャッシュはまだ戻ってきたばかりなので、これが完成されたメタなのかわかりません。今後研究が進めば変わっていくと思います。ただ現時点ではミッドを中心にテロと CT が何をやろうとしているのかというのはかなり見えてきたので、今回は今のキャッシュで何が起こっているのかを見ていきます。まずラウンド開始直後ですが、この時間帯はかなり CT 側が動きやすいです。多くのチームがやっているのが最速でガレージにスモークを投げて、同時にブースト周辺にモロトフを入れる形です。しかもデモを見ていくと、アストラリスはこの2つを1人でかなり綺麗に入れるような形まで使われていました。この辺はもうキャッシュが戻ってきて、それほど時間が経っていない中でもかなり最適化されている部分だと思います。そしてもう一つ、これはパグでもそのまま使えそうですが、コネクター側からガレージを最速で壁抜きすると、最速でアウプを覗きに来るテロ側にも結構弾を当てることができています。そもそも最速同士であれば、テロ側のアープがガレージからミッドを覗く頃には CT 側は基本的に先に横切ることができます。なので開幕直後に関しては CT 側が先にミッドへ UTT を入れて、ある程度盤面を作りやすいです。逆にテロ側からすると、スモークとモロトフが入っているところに開幕から無理やりミッドを取りに行くといったメリットはそれほど大きくは見えません。ただそのミッドを CT 側がずっと維持するのが難しいです。この話がこの今のキャッシュでかなり共通している部分です。CT は最初のミッドのコントロールは比較的簡単にできます。でもそのままずっとミッドを保持するということがかなり難しそうです。テロ側は CT の最初の UTT がなくなった後、改めてミッドを取りに行きます。そしてその際はコネクタをスモークで閉じたり、ハイウェイ側やサンドバッグ、ダクトあたりなど CT が残っていそうな場所にモロトフをふんだんに使っていきます。ここで一つ分かりやすかったのがビッグ対スピリットの8ラウンド目です。ビッグはミッドを取りに行きましたが、スピリットがサンドバッグとハイウェイの両方に残っていました。この2つでクロスを組まれると、さすがにテロ側も簡単には前に出られません。実際ビッグはスピリットをモロトフやグレネードも受けて、このミッドの進行を失敗しました。なのでテロ側は UTT を使えば絶対にミッド取れるという話ではありません。ただその少し後の10ラウンド目を見てみると、今度は逆のことが起きています。スピリットはテロ側がミッドを取る前にハイウェイのホワイトボックス周辺で的を通しています。ところがビッグからグレネードが合計で3つ飛んできて、グレネードだけでドンクが HP80 近く削られました。つまりテロ側のミッド取りを前目で待って止めようとしても、テロ側がそこまで想定して投げ物を投げてくると、そもそもそういった場所に居続けること自体が難しいです。開幕は CT が先にミッドへ干渉できます。ただ時間が経ってテロ側が人数と投げ物を合わせて取りに来ると、今度はテロ側の方が押し込みやすいです。今のキャッシュではこの時間による主導権の変化というものがかなり大きいです。ただテロ側もミッドに入れたらそれで終わりではありません。ここでかなり分かりやすかったのがアストラリス対 NIP の15ラウンド目です。アストラリスは後からミッドを取っていきます。モロトフなども使って CT をある程度押し込むことには成功しています。ただブーストの真下に残っていた5-7を完全にクリアしていませんでした。結果的にその選手にまずやられてしまいます。そして B 面へ向かう足音まで聞かれて NIP 側に B に来そうだという情報まで渡してしまいます。そこから実際に B に人数を寄せられて、アストラリスはアンチエコーを落としました。これを見るとミッドを取るというのは単純に前まで出るということだけではないと思います。しっかりと敵がいないことまで確認して初めて A と B の攻める選択肢を相手に隠せる。今回のように敵が一人潜んでいるだけで自分たちが次にどこへ行くのかが全部バレる可能性があります。このクリアリングに関してはスプリットのドンクがかなり綺麗でした。ハイウェイだったりサンドバッグをモロトフで燃やしてもらった後にブースト周辺から本当に CT が残っていないのかといったものを一つずつ確認しています。エイムとかではなく、この辺は普通にパグでも真似できる部分かなと思います。じゃあなぜここまでしてテロ側はミッドを取るのかです。ここまでだと昔からよく言われるキャッシュはミッドコントロールが大事ですという話で終わってしまいます。ただ複数の試合を見ていて、自分はミッドを取った後の動きにつながるから重要なんだというふうに思っています。かなり多くのチームが今回ミッドを取るタイミングでハイウェイにスモークを投げています。これによってハイウェイにいる CT を押し下げることができます。そしてここから A や B に行くことができます。スピリットではハイウェイの車線をスモークで切った後に A スプリットへ行くラウンドがありました。一方でアストラリスではハイウェイに圧力をかけていって、実際にはベントから B へ入っていきます。CT 側からするとここがかなり嫌だと思います。
ミッドを取られてハイウェイもスモークで見えない。そのためこれから来るのが A サイトなのか、それともベントから B サイトに来るのかがわからない。つまりこのマップに限りませんが、ミッドコントロールの価値というものは A サイトと B サイトの攻めの可能性を同時に成立させられること、そういうふうに思います。その中でも今回見ていてかなり勝率が高いなと思ったのが B スプリットです。ハイウェイ側をスモークやモロトフによって相手のピークを止めてミッドを取る。そしてそこからベントに入る。同時に B メインからも進行していきます。これをやられると B の CT は正面と横の両方を見ないといけません。さらにハイウェイ側をモロトフなどで足を止めれば A サイトやミッドの CT もすぐに B へ寄ってくることができません。ビッグの試合ではミッドを取った直後にベントに入ってそこに B メインからのフラッシュを合わせながら B サイトにも同時に UTT を入れていたりしました。一つ一つの UTT が特殊というよりはミッドを取ってから B に入るまでがかなり早いです。ここが重要に見えます。B メインから5人で入る形の時も同じで4人ぐらいがほぼ同時にフラッシュやモロトフを投げて瞬間的にポップしていくラウンドもありました。CT サイドではミッド取りも警戒しているのでその状態から B メインに一気に来られるとかなり対応が難しそうに見えます。これに対して一つかなり分かりやすい回答になっていたのがビッグ対スピリットの19ラウンド目です。スピリットはミッドを取った後に B スプリットを仕掛けていきました。ただビッグ側のプレイヤーがチェッカーでかなり耐えています。これによってスピリットの B サイトへの侵入に時間がかかったことによってビッグのローテイトが間に合います。しかもこのローテイトはミッドを通っているわけではなく一番遠回りの道で通っています。それでも間に合ったためスピリットは C4 の設置までこぎつけることができませんでした。もちろんスピリットの B スプリットが行われること自体が少し遅かったという要素もあるのでチェッカーにいれば B スプリットは止まるよという話ではありません。ただ B スプリットの強みが速度なのであればチェッカーで数秒耐える価値はかなり大きいと思います。そう考えるとキャッシュの B アンカーは結構難しそうに見えますね。チェッカーまで前に入ることができればベントも入れるし B メインとのクロスも組めます。さらに敵と交戦すれば他の味方が寄る時間も作れます。ただテロ側は B メインへのラークスモークだったりチェッカーに対するモロトフなどあの手この手いろいろな手があります。なのでずっと前目にいることが難しいです。かといって最初から B サイトの中でずっと待っていってしまうと今度はミッドからの B スプリット自体を受けやすくなるし情報がないから A への寄りも遅くなってしまう。要するにいつまで前線を維持するのか、ここが今のキャッシュの B アンカーにかなり求められている部分だと思います。では CT はミッドを捉えたらどうするのかという話です。ここもかなり気になって見ていたんですが意外とテロ側がちゃんとミッドを取った後に CT 側がもう一度ミッドを通り返すといったラウンドはほとんどありませんでした。スピリット対フェーズではドンクがミッドを後から取り返してファーストキルを取ったラウンドがあります。ただこの時のフェーズはモロトフやスモークを使わないでかなりドライで勝負をしています。逆にドンクが長くミッドに残って戦っている場面では1キルを取った後にトレードされるケースがほとんどでした。つまりミッドを正面から取り返すこと自体がかなり CT 側としてリスクが高そうです。そして今回フェーズ対バイタリティでここに対する一つの面白い回答がありました。その分かりやすいのが11ラウンド目です。フェーズはそれまでと同じようにラウンド10番からミッドを問いに行きます。ただそのタイミングでバイタリティはミッドだけを見ていません。B 側ではロップスが B メインにスモークを投げてテロ側が簡単に B メインから進めないようにしています。同じタイミングで A メイン側もフレームズが目視でコントロールをしていきます。そうするとバイタリティ側から見てテロ側がいられる場所がかなり絞られます。A メインにはいない。B メインからもスモークによってすぐには来られない。そしてフェーズは今ミッド取りに対して人数を使っている。もちろんスクイキーに何人も溜まっている可能性はありますが状況的には B がかなり怪しく見えます。だからミッドにいた APEX が早い段階で B に寄ることができる。そして B メインのスモークが晴れるタイミングで実際にフェーズが B スプリットを始めていきます。そこでまずチェッカーにいたロップスがベントから入ってきた選手を1キルします。寄ってきた APEX も B メインへフラッシュを投げてフェーズに対して足止めをします。そして APEX 自身も2キルを取る。そしてサイトの中にはアンカーであったザイユーがアウプを持ってまだ残っていました。そこで1キルを取ったためバイタリティが一気に人数有利を作っていきます。これは今回見た中でもかなり綺麗な CT の守り方だと思いました。ミッドを取り返そうとしているわけではありません。フェーズがミッドを取りに来た瞬間に逆に A メインと B メインを確認しに行って相手が次どんな場所に来るかなというところを探りに行く。そういった情報を使って怪しいサイトの方に先に人数を寄せていく。なので今のキャッシュの CT 側で大事なのは単純にミッドを守れるかなどではなくてテロ側がミッドに人数を使った瞬間に残りの2レーンでどこまで情報を取ることができるか、そういったところかもしれません。今回バイタリティは実際にミッドを取り返したラウンドもありました。フルエコのラウンドです。
フェーズはミッドを進行しましたが、ホワイトボックス側だけを使って前に出ていたため、ベント側の横、ルーフ側には人を置いていませんでした。さらにドライ勝負に近い形なのでモロトフも入っていません。そんな中でホワイトボックス裏の USB の座右にやられます。コネクター側の選手もガレージと打ち合っていたため、ホワイトボックスからだけ進行してきたフェーズ側がうまく機能しませんでした。フェーズとしてはフルエコの相手なので絶対に取りたいラウンドだったと思います。逆にバイタイティからするとかなりうまくミッドを取り返した例です。ただこれも言い換えるとモロトフを入れずにミッドを進むことのリスク、そういったものがかなり分かりやすく出たラウンドでもあります。ホワイトボックス側から前へ進むのであればベント横のルーフも含めて取っておく。相手が残っていそうな場所にはモロトフやスモークを投げる。先ほどの NIP 戦と同じで結局ミッドは前に出ただけでは不十分で、前に出つつ何をするかといったものが大事なんだと思います。そしてミッドがこういう構造になってくるとサイト側のアンカーの重要性もかなり上がりそうです。バイタイティ戦では A の座右がかなりハマっていました。アープなので長くアングルを保持することができるというのもありますが、それだけではなくて相手の A セットのスモークの脇だったり、相手のモロトフによって燃えない場所で耐えてかなり長い時間 A サイトに残っているラウンドがありました。これはアストラリス対 NIP でも似た話があります。テロ側の A セットが来た後にサイトの中で自分たちのスモークを使って耐えていきます。テロ側はすでにサイトに入るための UTT を使っているのに CT のスモークによって前へ進むことができません。結果としてトレードを作れなくてアストラリスがラウンドを取った場面がありました。なので CT 側は毎回前へ出て情報を取っていけばいいというわけでもなさそうです。平面を詰めて情報を取るラウンドもあれば、一方でサイトまで下がって相手の投げ物を使わせながら時間を作るラウンドもある。ミッドを簡単に維持できないからこそ残ったアンカーがどれだけ時間を作れるかというのもこのマップでは非常に重要になってきそうです。最後にもう一つ面白いのが、ここまではミッドの話をしてきたんですけども、バイタイティはテロ側では毎回ミッドを取っているわけではありませんでした。B サイトへのポップ勝負だったり A サイトへのポップの勝負も使っています。これはバイタイティが今までキャッシュをあまり見せていなかったという影響もあるかもしれません。ただ戦術的に考えてもかなり理にかなっているのではないかと思っています。CT 側からするとテロ側が中盤にミッドを問いに来ることが強いからこそ、そこに対して警戒をしないといけない。だからこそその準備をしているところに突然 A メインや B メインから早く来ることにも価値が出てくる。つまりミッド取りが強いから毎回テロ側はミッドを取るのではなくて、ミッド取りが強いからこそ取らないラウンドもより強くなっていく。こういったところまで含めて今のキャッシュのメタなんじゃないかなと思っています。今回複数の試合を見るまでは自分も最初はキャッシュはミッドコントロールが大事なんだろうなぐらいに思っていました。もちろんそれ自体は間違っていないと思います。ただ今はもう少し違う見方をしています。開幕直後は CT がスモークやモロトフを使ってミッドを先にコントロールする。ただ時間が経つとテロ側が UTT を合わせてミッドを押し込んでいく。そしてテロ側にとって本当に重要なのはミッドを取ったこと自体ではなくて、ミッドを取ってハイウェイを切ることができるのであれば A サイトにも行けるし B サイトにも行ける。ミッドを取ることで CT から次の攻める先を分からなくする。ここに一番大きな価値があるように見えます。逆に CT もミッドを捉えたら終わりではありません。無理やりミッドを取り返すよりは A メインや B メイン、チェッカーといった残りの場所から情報を取っていく。バイタイティのようにテロ側がミッドへ来るタイミングで A と B を同時に確認することができれば、むしろそのミッド取り自体を相手の人数を読むための情報としても使うことができます。なので現時点でのキャッシュはミッドを取るマップというよりは、ミッドを使って相手に自分たちの情報を隠すテロ側、それに対してミッド以外のレーンからその情報を取り返そうとする CT 側の攻防というのが自分には一番しっくりきました。そしてこういったミッドの攻防を意識するようになってくると、今度はバイタイティがやっていたような突然の A ポップや B コンタクトの価値も上がってくる。キャッシュはまだ戻ってきたばかりのマップなので、これから CT 側のミッドのリテイクだったり B スプリットへの対応ももっと研究されていくと思います。なので今後プロのキャッシュの試合を見るときは単純にどっちがミッドを取ったかだけではなく、テロ側がミッドを取った瞬間に A メインと B メインで CT 側は一体何をしているのか、そしてミッドを取ったテロ側が A サイトは B サイト一体どちらに行っているのか、そういったところを見ると今のキャッシュがかなり分かりやすく面白く見えるかなと思います。今回は以上です。